こちらの虫が大量にいます。シデムシという虫です。ちょっとこれが何なのかわからないんですけれども、遺伝確認ということで、ちょっと警察の方に話したんですけど、もうそれ見ない方がいいですよ。そうですか、ことも言われたんで。かなりご遺体も腐敗が進んでいて、このシデムシによって食べられていたのではないかなと思われます。こんにちは。関西クリーンサービスの亀沢です。皆さんはもしも兄弟や姉妹が突然変わり果てた姿で見つかると相当なショックを受けるだろうと思います。今回ご依頼をいただいたのはこちらのお部屋にお住まいの方のお兄様です。そして家主は60代の弟様でした。弟様はこちらのベッドの上でお亡くなりになられていたようです。おそらく死後数ヶ月は経過していると思われます。ご依頼者であるお兄様は心情的な辛さからこのお部屋に入りたくないということで弊社にご依頼を承りました。ご覧ください。おびただしい虫のようです。普段こういう現場に行くとハエとか、ハエの幼虫であるウジ虫がたくさんいるんですけれども、このお部屋に関してはもう全くそれが一匹もいません。で、その代わりにこちらの虫が大量にいます。シデムシという虫です。シデムシというと死に出る虫と書いてシデムシなんですけれども、別名埋葬虫であったりとか、あとは森の掃除屋と呼ばれる虫です。主に腐敗した肉であったりとか、ハエの幼虫ですね、ウジ虫とかを食べて生きています。かなりご遺体も腐敗が進んでいて、このシデムシによって食べられていたのではないかなと思われます。ちょっとこれが何なのかわからないんですけれども一見見てみると布団の綿なのかなって思えるんですけれども、かといっても布団に破れとかも特にないので、おそらく何か別のものかと思われます。敷布団であるこのマットは、体液であったりとか、あとは糞尿ですね、血液もそうですけれども、かなりもう浸透してしまっている状況です。このマンション管理像っていう舗装になってるので、それが妹がいるんですけど、そっちの方に警察から
連絡が入ってでそっちから、私のところに連絡があったっていうので初めて、そこで知ったということですね。なんか診断遺体検案書というかな、なんかそれで言うと、その発見した時から比べると3ヶ月ぐらい前に亡くなってたっていうようなその記録になってた。仮は直接会話したのは1月の末ぐらいかな。会社は同じで職場は違うんやけど同じ会社に勤めてる。なんで会社に来てる頃は都内に、顔は見てたんですけど、元気そうやなと思って。で、あれが、弟のは辞めて、私はまだそのまま、引き続き、会社には行ってたので、今年の1月に、会社も辞めたんですけど、その時にコロナだし、お互いにちょっと行き来するのは、移したり移されたりするのも嫌だから、ちょっと控えとこうかな。ちょっとその普通のアパート、大体2階建てぐらいのアパート、そんなところに引っ越して、ゆっくり過ごしたいなとか、で、コロナが落ち着いたら、生まれ育ったところにちょっと遊びに帰ってみようかなと。そんな話で、じゃあ元気だなというようなところで、最後こちらの薬剤は殺菌消毒効果のある粉状の消毒剤です。これを今からこちらにかけて一緒に撤去していきたいと思います。体液のこの消毒作業には強烈な匂いを閉じ込める効果と、廃棄物の運搬の時に感染リスクを拡散しないという意味合いもあります。廃棄物の運搬というのは分かりやすく言うとバケツリレーで運ぶようなもので、最前線で作業する私たちのような清掃員からお部屋の中から建物の外に出す搬出スタッフへ、またその後は焼却場に運ぶための指定の運搬業者の方へと廃棄物はリレーされていきます。もしその過程で万が一感染リスクのある状態で廃棄物が運ばれてしまうと危ないですよね。なので私たちの段階で適切に消毒しておく必要があるんです。で、作業完了したということで、中のご案内させていただきます。そうですね、最初、ベッドが、ここに折りたたみベッドがあって、で、体液がずっと、ベッドの上と、あとベッドの土台ですね、に体液が染み込んでまして、そちらでお亡くなりになられたという状況です。特にこの床にまでは特に体液浸透してませんでした。今回死因が熱中症の疑い、わからないですよね、数ヶ月経ってると。はい、この度作業の方させていただいてありがとうございました。助かりました。最初お部屋の中ちょっと入られるのが結構心苦しかったということなんですけど、その理由としてさんのね、そういう一生懸命やられてる紹介のあれじゃないですか、ホームページね、で見られると、ちょっとそういうものとか調べているとすごい理由が大変とかで、それが理由が残ってしまって良くないとか、自分の将来的に手直りにならないかなというのがなったので、ちょっと入るのはもう避けたいなとかいうところがありました。ご遺体の方は最後はご覧みたいな、遺体確認ということで、ちょっと向こうの警察の方に話したんですけど、もうそれ見ない方がいいですよと。そうですか。ことも言われたんで。今回一般的に孤独死って言われるような状況でご遺体が発見されて、今回こうやって特殊清掃させていただいたんですけれども、社会的に
孤立化になられたりとか、不本意に例えば、孤独死だけではなくてこういじめであったりとか DV であったりとかそんな形で孤立化されている方というのがものすごく増えてるんですね。弊社といたしましても、できるだけそういうのに歯止めをかけたい、お仕事をねすごいいただいてるんですけれども、それをちょっと喜ばしいことではないので決して、この動画を通じて、少しでも世間の皆様の身の回りの方がちゃんと暮らしているかとか気にかけてあげていただければといいと思います。今回はそういったことで、ご協力もいただいたということで全部作業代は無料でさせていただきますので、そうなんです。ありがとうございます。ありがとうございました。